妻の明菜には昔からぼんやりしたところがあった。俺との出会いも明菜が大学の講義室で大きな化粧ポーチをカバンから落とし、しかしそれに気づかないので俺が拾って声をかけたことがきっかけだったし、2歳下の明菜が俺より2年遅れて就職活動をしていた時も、将来どうなりたいのかビジョンが見えないって落とされるんだよね、と腑に落ちない顔で言っていた。私ってビジョンないのかな。そうだな、ちょっとぼんやりしているところはあるかも。そっか、と言った明菜はあまり真剣に気にしているわけでもなさそうだった。でも私ってこういう人間だものね。仕方ないよ。そのうちなるようになるよね、きっと。そんな風にケロッと笑っていたっけ。バブルがはじけてからずっと不況が続いている。そんな時代だったから、俺が就職するときは内定が出るまで不安でいっぱいで、胸が押しつぶされそうだった。だから同じ時代を生きてきたはずの明菜があっけらかんとしているのは不思議でもあり、新鮮でもあった。着物座った女だなぁと、その時改めて惚れ直したことを覚えている。そんな明菜が同級生よりだいぶ遅れてなんとか就職活動を終え、働き始めてから約1年が経った頃、俺たちは結婚した。当時の俺たちには式を挙げる資金がなかったから挙式はしなかった。ウェディングドレス着たかっただろうと申し訳ない気持ちで言うと、明菜はそうね。着れるなら着たかったけど、着れないなら別にいいかな。と、ニコッと笑った。それから数年、俺も明菜も真面目に働き、明菜は31歳の頃、妊娠を機に仕事を辞めた。娘の舞が生まれ、長かった二人暮らしは3人での生活になった。舞が6歳を迎える頃には、俺も昇進して生活にゆとりが出てきたので、なあ、昔できなかった結婚式、今更だけどやらないかと思い切って明菜に言ってみた。結婚式？今？私、この年でウェディングドレス着るの？なんて驚いた風に言いながら、妻の顔は間違いなく嬉しそうだ。大丈夫だよ。君、十分綺麗だから。本当？じゃあ、着てみちゃおうかな。花嫁姿の明菜は思った通り綺麗だった。俺たちは改めてお互いの両親や友人、同僚たちの前で愛を誓い、そして俺はようやく明菜にウェディングドレスを着せてやれたことに安堵したのだった。そしてその半年後、あなた、舞、合格したわよ。娘の舞が私立小学校の入学試験に合格した。本当か？やったな、舞、偉いぞ。わしゃわしゃと頭をなでると、舞はキャーッと楽しそうな悲鳴を上げた。そして得意そうな顔で俺を見上げて笑う。かわいい舞。舞に私立受験を勧めたのは俺だった。娘にはいい教育を受け、いい会社に就職し、いい男と結婚はまだあまり考えたくないが、とにかくいい人生を歩んでもらいたかったのだ。私立の入学金を払うと、
その前の結婚式でだいぶ使い込んでしまったこともあり、さすがに少々貯金が心もとなくなった。でもなんとかなるだろう。時間が経てばまたそのうち金銭的に余裕が出てくるはずだと俺は楽観的に考えていた。俺の人生は順風満帆だ。出世は順調。家に帰れば愛しい妻子が待っている。娘を私立の小学校に入れることだってできた。そんな日々に陰りが出てきたのは、娘が小学校に入学してから1ヶ月が経った頃のことだった。父さんの噂ですか？ああ、昨年末に就任したうちの新社長いるだろう。なんでもあの人が取引先の重役とトラブル起こしたみたいで、契約を打ち切られそうなんだってさ。取引先って、同じ課の先輩が口にしたのは、うちの会社がほとんど販売先を依存していると言ってもいい業界の大手企業の名前だった。そんな、うちとはずっとうまくやってきたのに、いきなり契約打ち切りなんて、そんなことあるんですか？実はいきなりってわけでもないらしいぞ。今の社長、お気楽な2代目が社長になってから、うちもだいぶやり方が変わっただろう。それで先方もいろいろと思うところがあったみたいで。まあでも倒産なんてただの噂だといいよな。お前も昇進したばっかだし、それに子供が私立入ったんだっけ？はい。俺の兄貴が子供を私立に入れてたけど、やっぱり大変らしいぞ。そんな時に会社が潰れたらたまったもんじゃないよな。先輩の言葉は不安となって俺の胸にこびりついた。その夜、俺の携帯に実家の母から電話がかかってきた。母は暗い声でこんなことを言う。お父さんが脳梗塞で倒れたの。え？一命は取り留めたんだけど、しばらく入院が必要なんだって。まだ意識が戻らなくて。それで私たち年金生活でしょ？入院費用が払えなくて。悪いんだけど、お父さんの入院費用、あなたが出してくれない？ああ、わかった。仕方なくうなずくと、母は申し訳なさそうな声で話を続けた。母の話によると、もし父に後遺症が残ったら、介護費用も必要になるかもしれないという。俺は呆然と電話を切り、そのまま銀行に向かった。父の入院費用を振り込むと、俺の口座はすっからかんになってしまった。今月は娘の1学期分の授業料を払い終えたばかりだったのだ。俺は頼りない残高が印刷されている通帳を見下ろして先輩の話を思い出した。会社が倒産なんて絶対にありませんように。しかし俺の願いは叶わなかった。それから2週間後の朝、出社すると会社の前に人だかりができていた。俺は例の噂を教えてくれた先輩を見つけ、どうしたんですか？どうしてみんな中に入らないんですか？と尋ねると、先輩は、潰れたよ、と言った。え？会社、あの紙に
そう書いてある。先輩が疲れた顔で指さしたのは、施錠された扉の前に貼ってある A4 の白い紙。近づいてみると、張り紙には確かに会社が倒産したことを告げる簡素な文言と弁護士の名前が記されていた。俺はその場に立ち尽くした。こんなこと本当にあるのかよ。じゃあ俺たちこの先どうすれば。さあな、当面はこの弁護士と話し合いながらハローワーク通いってところじゃないか。2週間前に見た絶望的な通帳の残高が目の前に浮かび上がる。挙げてしまった結婚式、娘の私立入学、いくらかかるかわからない親の介護費用。目の前が真っ暗になった。この先どうやって生活していけばいいんだ。真っ白な頭でふらふらと家に帰ってきた俺を見て、明菜はどうしたのと尋ねた。実は会社が倒産してた。え？今日？ああ。会社の前で見た光景を伝えると、明菜は、あらまあ、と一瞬ポカーンとして、しかしすぐに洗濯物を畳みながら見ていたバラエティ番組に視線を戻した。芸能人のコメントにあははと笑う。そのあまりに普段通りの様子に、俺はおいおいとつい咎めるような声を出してしまう。お前なあ、意味わかってるのか？笑い事じゃないんだぞ。でも仕方ないじゃない。私たちが何か言ったところで会社が元に戻るわけでもないでしょ。明菜はあっけらかんとした調子で言った。それはそうだけど。なら慌てても仕方ないわよ。それより今日はお休みになったのよね。じゃあ少しゆっくりしたらいいんじゃない？最近ずっと忙しそうだったし疲れてるでしょ。まあ。でも午後ちょっと買い物に付き合ってくれると嬉しいな。隣町の大きいスーパーに行きたかったんだけど、あそこ駅から遠いでしょ。ちょうど車が出せたらなって思ってたところだったのよ。ラッキーとニコニコ笑う妻を見ていると、なんだか体の力が抜けてきた。確かに明菜の言う通りだ。今俺が焦ったところでできることは何もない。だったら少しくらい休もう。最近疲れていたのも事実だし。ほら、スーツ脱いだら？カバンも置きなよ。ああ。帰ってきてからずっと握りしめたままだったカバンを明菜が受け取り、ジャケットを脱がせてくれる。あんまり落ち込まないでよ。あなたのせいじゃないんだから。今日のことは昨日のうちにでっかい嵐が来て会社を吹き飛ばしちゃったくらいに考えましょうよ。ね。なんだよそれ。ぷっと吹き出した俺を見上げて、明菜はだってそうでしょという。まあそうかもなと俺は笑って、とりあえず着ていたスーツを着替えることにした。そしてその日は久しぶりに明菜と二人で昼食を食べ、午後には俺の運転する車で隣町の大型スーパーに行って買い物をし、
学校から帰ってきた娘の舞を二人で出迎えた。しかし、毎日こんな調子で過ごすわけにもいかない。翌日から倒産した会社の担当弁護士との話し合いが始まった。やりとりの応酬は1ヶ月以上続いたが、その間、会社の経営陣が姿を現すことはなかった。弁護士が言うには、未払い給与の支払いも難しいという。気が乗らなかったが、俺は仕方なく実家の母に連絡し、事情を話した。会社が倒産する少し前に脳梗塞で倒れた父は、その後意識を取り戻したが、やはり後遺症を抱えていた。退院した父を母だけで支えるのは厳しいため、やはりヘルパーを雇う必要があるとのことを聞いていたが、今はこういう状況なので、俺の方から費用を出すのは難しいと伝えると、母は不安そうな声で、そうなのね、とつぶやいた。最終的に母はしばらく貯金を切り崩して介護費用を捻出すると言ってくれたが、俺は申し訳ない気持ちでいっぱいだった。父母の貯金があまり多くないことは知っている。実家の貯金がゼロになる前に俺が何とかしなければ。弁護士との話し合いと並行してハローワークに通い、就職活動もやっていたが、それもなかなかうまくいかない。選考云々以前に、そもそも前職と同等の条件の求人なんてほとんどないのだった。俺がどんなに足踏みしていても、日々は確実に過ぎていく。家の生活費だってかかるし、年金暮らしの父母の暮らしだって圧迫されていくし、夏になれば舞の小学校の2学期の授業料だって払わなければならない。日々日差しは強くなり、本格的に夏が近づいてくる。そろそろ舞の2学期の授業料を用意し始めないとまずい。しかし今の俺にまとまった金が払えるかというと、俺は悩みに悩んだ末に思い切ってこう明菜に切り出した。なあ、2学期から舞を公立小学校に入れるっていうのはどうかな。何言ってるのよ。あなた、あんなに舞を私立に行かせたがってたじゃない。でも今こんな状況だし。明菜はこんな時なのに暗い表情を見せることもなく、舞、最近仲良しの子ができたのよ、と明るい声で言う。せっかく楽しくやってるのに転校なんてかわいそうじゃない。そうだよな。舞には舞の生活があるんだよな。それを守ってやるのが俺の役目だよな。その夜、俺はどうしたらいいのかを考え、なかなか眠れなかった。そのせいで翌日は寝坊してしまい、目が覚めたのは朝の10時を過ぎた頃だった。おはよう。明菜は遅く起きてきた無職の俺に嫌味を言うこともなく、いつも通りの笑顔で、おはよう。目玉焼きとスクランブルエッグどっちがいい？と聞いてくる。ありがたいような情けないような気持ちになって、俺は目玉焼きかなと答えた。朝食を食べ、俺は今日もハローワークに向かう。しかしやはりめぼしい求人はない。
疲れ果て、一家の大黒柱としての自信をなくした俺の頭には暗いことばかりが浮かんだ。このままずっと仕事を見つけられないんじゃないか。見つけられたとしても前より給与も低く、仕事内容もきつく、俺は心身を病み、家族にもまた苦労をかけてしまうんじゃないか。結局娘を私立小学校に通わせるような余裕なんてないんじゃないか。そしてついにはこんなことまで考えた。こんな情けない男といるより、明菜は離婚してもっといい男と一緒になった方がいいんじゃないか。明菜は優しくて明るいし、外見だってまだまだ綺麗だ。俺なんかよりずっと甲斐性のあるいい男を見つけた方が。そう考え出すと歯止めが効かなかった。それから数日間、俺はハローワークの帰りに区役所まで行っては引き返し、行っては引き返しを繰り返し、苦渋の決断の末についに離婚届を持ち帰った。まさか自分が離婚届を手にする日が来るなんて考えたこともなかった。明菜とは学生時代から結婚を考えていた。周囲には気が早いと笑われたし、実際に周りより少し早いタイミングで結婚したから、もっと遊んでおかなくていいのかなんて言われたりもした。しかし俺は明菜との結婚を後悔したことは一度もなかった。明菜のことを愛している。今でも。もちろん娘の舞のことも。でもだからこそ二人には幸せになってほしかった。そこに俺が必要ないなら、俺は手にした離婚届をカバンに入れ、俺は暗い顔で帰宅した。そしていつ離婚届を出そうかとタイミングを考えながら食事をし、結局何も言えないまま食べ終え、風呂に入り、舞が寝静まった後、ごめん、明菜、俺と離婚してくれないか。俺はようやくそう切り出した。え、何？離婚してくれって言ったんだ。情けない男で本当にごめん。最近は生活費もろくに入れられてないだろう。俺考えたんだ。明菜は優しいし綺麗だし、俺なんかと別れてもっと甲斐性のある男と一緒になった方がいいんじゃないかって。今の俺じゃ飯だって食わせてやれないし、舞を私立にも行かせてやれない。こんなんじゃお前たちを幸せにできないんだよ。だから離婚しよう。その方がお前たちのためなんだ。そう言って俺は明菜の前に離婚届を置いた。明菜は一瞬それをポカンとした顔で見つめて、何言ってるのよとぷっと笑った。何？離婚届なんか持ってきちゃったの？もう冗談やめてよ。なんでそうなるの？だって俺がこんなんじゃ生活していけないし。会社が倒産したからってなんで離婚になるのよ。私は何があったってあなたと離婚する気も、あなた以外の人と結婚する気もないわよ。いつものんびりとした感じの妻が珍しくきっぱりと言い切ってくれたことに、俺は不覚にもうるっときてしまった。でも
もうどうしたらいいかわからないんだ。前の授業料だって払えないし、親父の介護費だって。アキナはあっけらかんと、そこまで追い詰められてたの？なら、もっと早く言ってくれればよかったのに、と言った。あのね、あなた、ちょっと見てほしいものがあるの。アキナは引き出しから通帳を取り出すと、俺に手渡した。真新しい通帳だ。俺は戸惑いながら受け取り、中を開く。すると、なんだこれ。通帳の残高の欄には7桁の大きな数字が記載されていた。なんだこの金、一体どこから出てきたんだ？さっき舞の学費用の口座を作ってきたの。2学期からの学費はここから引き落とされるから心配しなくても大丈夫よ。大丈夫って、なんでこんな金が？俺たちの貯金はもうほとんどなかったはずだろう。実はね、ずっと黙ってようと思ってたんだけど。アキナは恥ずかしそうに、私、料理ブログをやってるの、と言った。料理ブログ？うん、これなんだけど。アキナはおもむろに自分のパソコンを開き、俺に画面を向けた。そこには温かみのある色合いのブログ画面が映り、ディスプレイの端には見覚えのある料理の写真が並んでいる。何気なく始めたんだけど、思いのほか人気が出て、今ではアフィリエイトで毎月かなりの収入があるんだ。アフィリエイトって広告収入のことだったか？そうそう。ブログに広告を貼っておくと収入が入るっていうやつ。たくさんの人がブログを見に来てくれると結構大きな額になって、それでこうなったのよ。アキナが真新しい通帳を指さした。それと、今まで恥ずかしくて言えなかったんだけど、実は何冊か本も出版してるのよ。本？ええ。アキナは照れたようにうなずいた。あのぼんやりしたアキナが本だって？私ね、昔から何をやってもなんかこれじゃないなって気がしてたの。学校の勉強も働き始めてからも、なんだか何にも熱心に向き合う気持ちが湧かなくて。だけどブログを始めてみたら楽しかったのよ。これなら頑張れそう、真剣になれそうって思えたの。それで本？うん。それってアキナがブロガーってこと？うん、そういうこと。俺はあっけに取られた顔で妻を見つめた。そうだったのか。すごいな。全然気づかなかったよ。家でこんなことしてたなんて。感心しながら画面をスクロールすると、アキナは、やだ、今読まないでよ。恥ずかしいから。と言った。そう言われたので記事は開かなかったが、どの投稿にもコメントがたくさんついていた。どうやらブログは本当に人気のようだ。アキナはふふっと笑った。だからお金のことは心配しないで。あなたの実家も大変みたいだけど、今なら私の収入もあるし、なんとかなると思うよ。あなたは気負わないでゆっくり就活してよ。大丈夫。きっとそのうち
なるようになるから。だから、これはもうなしね。明菜は離婚届をくしゃくしゃに丸めるとゴミ箱に捨てた。あなたがいないんじゃ、私の幸せも舞の幸せもないんだから。その言葉を聞いて、俺はようやく正気に戻った。そうだよな。冷静に考えたら、このタイミングで離婚するだなんてまともな判断じゃない。俺、本当にどうかしてたみたいだ。俺は絞り出すような声で、ごめん、と言った。俺、離婚なんて、本当にバカだったよ。どうかしてた。うん、そう言ってくれてよかった。明菜はニコッと笑うと、今度はすかさずドヤ顔になり、これからも変な気を起こさないように、慌てずゆっくり物事を進めること、と言った。大丈夫。慌てなくても、あなたもきっとこれなら大丈夫だって思える仕事に出会えるから。だって私がこの年でやっとブログに出会えたんだから。だから焦らない焦らない。そう言われて、俺はふとずっと昔のことを思い出した。学生時代の就活でなかなか内定がもらえなかった明菜。先行きの不安な不況の時代にあっけらかんと笑って、そのうちなるようになるわよね、きっと。と言った彼女を俺は随分と頼もしく感じたんだっけ。ありがとう、明菜。昔から変わらない妻に救われたような気持ちで言うと、明菜は、深刻な話はもう終わり、と明るい声で言った。今日はもう寝ま。突然、明菜が叫んだ。どうした？忘れてた。明日、舞の学校で牛乳パックを持ってくるように言われてたんだった。明菜は冷蔵庫を開けると、まだ半分以上中身が残っている牛乳パックをつかみ、自分と俺のコップにドバドバと注いだ。今夜のうちに飲んで、洗って、乾かしておかないと。俺と明菜は夜中にグビグビと牛乳を飲み、二人同時にプハッとコップから唇を離した。俺は口の上に白いひげをつけている明菜を見てぷっと笑った。その夜は久しぶりにぐっすりと眠れた。翌日から俺は肩の力を抜いて再就職先を探すことができた。きっとなるようになるさ。そう思うようになったら顔つきも穏やかになったようで、ハローワークの職員に何かいいことありましたなんて言われてしまった。そして2週間後、俺はついにこれだと思える求人に出会えた。応募書類を提出すると、書類選考も面接もトントン拍子に進んだ。そして応募から1週間もしないうちに、その企業に再就職することが決まった。仕事が始まると、最初は慣れない職場に少々疲れることもあったが、明菜の支えもあって、すぐに調子を取り戻すことができた。そして明菜はというと、今までと何も変わらなかった。ぼんやりしてるなぁと思うこともあれば、肝が据わってるなぁと思うこともある。相変わらず家で仕事をしてる気配もないし、
俺はアキナのこういうしなやかな強さのようなものに惹かれたのかもしれないなとこの頃思うようになった。いってらっしゃい、あなた。いってらっしゃい、パパ。妻と私立小学校の制服に着替えた娘が玄関先まで見送りに来てくれる。行ってきます。舞も学校遅刻しないようにな。うん。舞に手を振り返して俺は会社に向かった。この幸せな光景を守るために今日も一日頑張らねば。